ちは、瀬田すずです。ついに3回目になりました。今日もどうぞよろしくお願いします。今日はですね、バレットコードとですね、由比ヶ浜の関係についてご説明させていただければと思っておりまして、ですね、バレットコードの一家の中で、唐突にですね、由比ヶ浜とバレットコードが、世界観的に共通しているところがあるところを説明、当時出てきたんですけれども、これはですね、どうなっているかと申しますと、こんな感じになっております。ですね、説明してしまえば、そんな大した話ではないんですけれども、由比ヶ浜のですね、一巻終了時点から5年後くらいですね、結構大きな事件が起こるっていう設定に自分の中でなっておりまして、ここの中でですね、良くない道に進んじゃった場合が、割と行動ルートだと、そういう位置づけに自分の中ではなっております。逆に言うとですね、より良い解決策が図られた場合は、由比ヶ浜のマトゥルールートの方に行くというようなイメージでいるという感じですかね。バレットコードルートはですね、確かにですね、見方によってはバッドルートなんですけれども、とはいえですね、バッド世界観に行ってしまったとはいえ、そこの世界の中ではですね、いろんな人の幸せですとか、やっぱりまたいろんな愛とかが生まれるものだと思ってまして、なのでですね、バッドルートに行ってしまったかといって、その世界がバッドかというとそうではないんじゃないかなっていうような、感覚がありまして、書き始めたのが、バレットコードファイアウォールになっております。そうですね、バレットコードさんですとか、ゆいさんはですね、皆さんと、由比ヶ浜の世界を一緒に体験してくれたゆいさんであり、久めであるので、なんというかですね、彼らにとってはあんまり良くない、世界に入ってしまったというところで、ちょっと気が重いところはあるんですけれども、とはいえですね、一人一人いろんな人の人生を描かせていただいているということもありますので、一つ一つをですね、軽んじることなく、しっかり書いていければなと思いますので、その辺はご安心いただければと、思ってはおります。バレットコードの世界の中で、いろんな人がまた頑張っていろんな幸せのために生きているっていう世界をですね、一緒に見ていただければと思いますので、バレットコードファイアウォールの引き続きどうぞよろしくお願いいたします。少しでもお楽しみいただけましたら幸いです。